普段会社で働いていると、いろいろな人と一緒に仕事をすることがあると思います。その中で、自分では正しいと思って進めていたのに、上司や他部署の人と認識がずれてうまくいかなかった。チーム内で方針を決める際になぜか意見がまとまらず、結局曖昧な結論になってしまった。といったことで悩んだことはありませんか？こうした問題は視野の狭さから生まれている可能性があります。視野が狭いとどうしても自分の経験や価値観の範囲内でしか物事を判断できない。部分的な解決策しか思い浮かばない。他の人の視点を見落としてしまうといったことが起こり得ます。では、どうすればより広い視点で物事を考えられるようになるのでしょうか？この動画では視野を広げるための具体的な方法として、個人、組織×外面、内面のマトリックスによる思考法を解説します。早速ですが、まずは個人、組織×外面、内面のマトリックスを示します。このように縦軸に個人と組織、横軸に外面と内面を記しています。これだけではどう使うのかわからないと思いますので、早速具体例を見ていきましょう。一つ目の具体例として、仕事の進め方で使用するときを考えてみます。ここでは、部下の仕事が遅いと感じたときのことを考えてみましょう。このようなときにすぐ頭に思い浮かぶのは、部下のモチベーションが低いといったような人も多いと思います。このような項目は部下個人の話なので、個人か組織かで言うと個人、外面か内面かで言うと内面の話なので、図のように位置づけられます。しかし、考えられる要因は、本当に部下個人のモチベーションだけでしょうか？他の領域にも目を向けてみると、様々なことが思い浮かびやすくなります。例えば、個人×外面の要因として、部下のスキル不足、ツールや設備がそもそも不十分といったことが考えられます。他にも、例えば、組織×外面の要因として、会社のルールや業務フローが複雑で時間がかかるといった可能性もあります。他にも、例えば、組織×内面の要因として、チームの雰囲気が良くなく、質問しづらいといった可能性もあります。このように、部下個人の問題としてだけ捉えるのではなく、業務フローを見直す、相談しやすい環境を作るなどの対策も考えられます。次の例として、人間関係のトラブルで上司とうまくいかないと感じた時のことを考えてみましょう。自分の上司に対する思い込みがあるかもしれないし、価値観の違いもあるかもしれないなと最初に思ったとします。でも考えられる要因はそれだけでしょうか？ここでもマトリックスを使って考えていきたいと思います。例えば個人×外面の要因として、物理的にコミュニケーションの機会が少ないといったことが考えられます。また、組織×外面の要因として、業務の評価制度や役割分担に問題があるといったことも考えられます。組織×内面の要因として、組織文化として上司と部下の距離が遠いといったことも考えられます。このようにいろいろな可能性を考えてみます。最初から全てを個人の内面のせいだと決めつけないことが重要です。3つ目の使用例として、不良分析。具体的には、組み立て不良が発生した時のことを考えてみます。個人によるうっかりミスではないかと最初に思ったとしますが、他に考えられる要因はないでしょうか？マトリックスを使うとこのように、間違いやすいジグを使っているのではないか、
作業手順書が古くて実際と合っていないのではないか、不良が発生しても報告しづらい雰囲気があるのではないかといったことなどが考えられます。これらのことから現場の声を吸い上げる仕組み作りや事務の改善なども考えられます。4つ目の例として、工場の生産性がなかなか上がらないと思った時のことを考えてみます。作業者のモチベーション以外に考えられることはないでしょうか。マトリックスを使うとこのように作業手順が煩雑なのではないか、必要な事具がすぐに見つからないのではないか、生産計画が非効率なのではないか、とりあえずやれという指示が多く考える習慣がないのではないかといったことが浮かんできます。このような場合、2S の徹底、生産計画の見直し、作業意味の説明、目標の具体化などが対策として考えられます。最後の例として、営業活動において新規案件がなかなか取れないと思った時を考えてみます。この場合も営業部員個人のモチベーション以外に考えられる要因はないでしょうか。マトリックスを使うとこのように提案の仕方がわかりにくい、顧客アプローチの不足、競合と差別化できていない、マーケティングが弱く認知度が低い、挑戦する文化がない、新規開拓よりルート営業という雰囲気などがその他の要因として挙げられます。ここでは強みの再定義、ウェブマーケティングの強化、提案テンプレートの作成などが対策として考えられます。まとめです。何か問題が起こると、条件反射のように最初に思いついた解決策にしか目がいかなくなり、このせいだと決めつけがちということはないでしょうか。そうなってしまうと、どうしても自分の経験や価値観の範囲内でしか物事を判断できない、部分的な解決策しか思い浮かばない、他の人の視点を見落としてしまうといったことになりかねません。そんな時は一度立ち止まって視野を広げてみることが大事です。今回は個人、組織×外面、内面のマトリックスによる思考法を解説させていただきました。何かトラブルがあった時に誰かのせいにしがちなこともあると思います。でも他人が全て悪いわけではないと思います。視野を広げると自分ができることも見えてくるといったことになりやすいです。視野を広げることで初めてお互いのことを本当の意味で思いやることができるのではないでしょうか。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。今後も製造業に関する役立つ情報を発信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。